データフレームのインタラクティブ表示を説明します。使用するデータは、コラボラトリーの作業領域にアップロードしたテストデータ CSV ファイルです。それをこのプログラムで見込んでデータフレーム DF に取り込みます。通常プリント文でデータフレームを表示するとこのように表示されます。それでは取り込まれたデータフレーム DF のみをコードセルに書き実行してみましょう。するとこのように少し成形されたデータ表示となります。この画面では、右側に3つのボタンが表示されます。一番上のボタンがインタラクティブ表示を行うボタンとなります。このボタンを押すとこのように、さらに見やすい表示となります。これがインタラクティブ表示です。表示行数は、左下のボタンによって変更することができます。今25行で表示していますが、50行に変更してみましょう。10行に戻しておきます。右下には、ページ切り替えボタンがあります。これを押すことによって、次のページへ移動することができます。並べ替えを行うには、項目名をクリックします。すると小順あるいは後順に変更することができます。この画面では、データを編集することはできません。また並べ替えなどの操作で表示が変わっても、元のデータの並びが変更されるわけではありません。こちらのボタンがフィルターボタンです。このボタンを押すと、このように項目名とフィルター設定を行うテキストボックスが表示されます。例えばプロダクト欄に A と入力してみましょう。するとこのように、プロダクト A のみが表示されます。今度はリージョンにウエストと入力してみます。するとこのように、リージョンがウエストでプロダクトが A であるデータのみが表示されます。このようにフィルター画面を使用するとデータを絞り込んで抽出することができます。抽出されたデータは、こちらのコピーボタンを押すことによってデータをクリップボードにコピーすることができます。コピーの形式は、こちらの3種類より選ぶことができます。今回は CSV ファイルを選んでみましょう。クリップボードにコピーされたデータは、メモ帳などに貼り付けて活用します。画面下には、次のステップの3つのボタンがあります。最初に、DF を使用してコードを作成というボタンを押してみましょう。すると AI を使用したプロンプト入力欄が表示されます。そこでデータフレーム DF に関連するプロンプトを入力します。例えばプロダクトの A のみを抽出し DF2 に格納するコードを作って、と入力して実行してみましょう。するとこのような形でコードが生成されます。2番目のボタンは推奨プロットの表示です。このボタンを押すとデータフレームの項目を使用して各種のグラフを表示してくれます。表示されたグラフの中で自分が使用したいグラフを選択するとこの下に表示されます。そしてこのグラフを修正したい場合は、コードの表示ボタンをクリックすると、グラフのコードが表示されますので、ここで修正を行うことができます。3番目のボタンは New Interactive Sheets というボタンです。これをクリックするとこちらのコードが実行され New Interactive Sheet が表示されます。表示されるのは E シートとなっています。こちらのシートでは通常の G シートと同様な操作が可能です。データも修正することができます。しかし修正されたデータは元のデータフレームには反映されません。項目名の部分もこのように修正することができます。このような形でセルに書き込むことができます。この状態ではデータを見るだけですが、アウトプットすることもできます。
こちらのデータは、自動的に名前が付けられマイドライブに保存されます。ファイルより名前を変更を選択し、シート名を確認してみましょう。すると、このように自動的に割り当てられた名前が付けられています。わかりやすい名前に変更し保存することもできます。例えばテストデータ01と名前を付けて OK します。マイドライブで確認してみましょう。するとこのように今名前を変えたシートが保存されています。またこのシートをダウンロードすることもできます。ファイルよりダウンロードを選択し、ファイルの種類を選択します。例えば間幕切り形式 CSV を選択してみましょう。するとこのような形でダウンロードされます。